はい、本日の動画なんですが、フュージョン360キャムで行う裏面取りやっていきたいと思います。はい、でね、裏面取りといえば、はい、それだけではできないということで、裏面取りをするための、一般的な加工をね、まずやっていきたいと思います。以前動画になっておりますが、 ADO のスルークーラントの下穴ドリルで穴開けていく回、はい、切り子はね非常にうまくブレイクしているかなと。 OK でしょう。行きましょう。おっ、急に真ん中行く。ちなみにですね、今いわゆるセンタリングという穴開け前に、やるやつやってないです。もう素のねフラットな面に一発で開けておりますが、余裕であると。最近はそういうの多いですよね。強いかな。強い。普段 100% で動かしてないからちょっとビビりましたね。ブワンってきましたね。はい、ちょっと写真撮ってツイートしておきます。はい、ツイートしておきました。こんな感じでね、この抜け張りっていうんですかね、ありますね、こういうの。はい、というわけで、以前にねすでに登場しておりますが、OSG の SXPFM8 のオイルスルーバージョンとなっております。切削速度は30で、200ケツぐらいを開けていきたいなと思います。はい、やっていきます。言うて怖いけどね、未だになれへん。ドリルは慣れたけどタップはまだ慣れてない。行きましょう。R 点大丈夫。はい。さすがっすね。さすがっす。これはさすがっすね。はい。全部持つかは分かりませんよ。全部持つかは分かりませんけどね。慣れたわ。慣れた。タップってこんなイージーやった。ねえ。イージー。タップイージー。はい、というわけでタップ終わりましたが、裏面の状況はこんな感じとなっております。はい、ではね、メインテーマの裏面取りやっていきたいと思います。 OSG さんの去年末ぐらいに出た新製品の裏面取り使っていきたいと思います。はい、穴のね真ん中にアプローチしてますね。大丈夫かな怖っシミュレーションではね大丈夫だったんで。早い早い。はい、ちょっと一旦ちゃんと面取りできてるのか確認したいと思います。はい、面取りできてないのにねこれ全部流したらね何のこっちゃっていう時間を過ごすことになるので、一旦ちゃんと面取りができているかどうかを確認して、いい感じだったら全部流しましょう。はい、というわけでちょっとね面取りの位置を微調整しました。刃物を少し深めに入れて少し外側に行くようにして、なおかつ仕上げパスも入れました。はい、ではやっていきたいと思います。今まさに取った面取りがね完璧に取れております。これが最後までね持続するかどうか。はい。もうすぐこっちか。
まあこれだけの数があってもですね、キャムでやっているということでね、安心してねぼーっと見とけるところではありますね。こんだけの穴数を手で打ってたとしたらね、なかなか怪しいですからね。はい、終わりました。このタップと、タップじゃない穴、まだザグリ穴にするんですけど、このザグリ穴の裏はね面取り加工入れてないんで、こういう感じでバリが残ってますが、他はねバッチリ取れております。はい、ご覧の通りね、ザグリ加工も終わらせました。加えてこの裏側の面取りも、先ほどのツールを使ってザグリの裏側も面取りしたということで、はい、クランプをしたいがために一列加工せずにはしょってます。こちらも一緒。クランプをしたいがために一列加工をせずにはしょっております。こちらのザグリ穴を利用して、そしてこちらの、ティースロ溝を利用して、固定して外して、ここの一列加工していきたいと思いますが、もう裏面取り終わっておりますので、下ろして面取りする必要はありません。段取りをね変えていくわけなんですが、本来ね裏面取りをしていなかった場合、こちらこのねクソでかい重たい板をですね、よっこいしょと下ろしてひっくり返して、例えばこういうものでね面取りをねしていくとか、あるいは裏返した状態で機械加工で面取りしていくとかっていう必要があるんですが、必要はありません。もう面取り済んでおりますというわけで、そのまま段取り替えしていきたいと思います。はい、というわけで段取り変えておきましたというわけで、ここの列加工していきたいと思います。完成。よっよいしょっと。はい、裏面でございます。はい、ではチェックしていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。このバチバチの面取り、帰り一切ございません。素晴らしい。結構光沢もあるな。でこう爪でね引っ掛けてもね帰りはないです。かなりいい感じに面取りができていると。はい OK でしょう。はい、というわけで Fusion 360 Cam での裏面取りのやり方やっていきたいと思います。使うコマンドは 2D 輪郭コマンドになっております。2D 輪郭コマンドでやる理由としましてはですね、Fusion 360にはですね 2D 面取りというねコマンドあるんですが、 2D 面取りは裏面取りに対応しておりませんので、 2D 輪郭コマンドを使ってなんとか対応していくという形になっております。ドリルコマンドで穴を開けて、タップコマンドでタップをした状態となっております。そしてこちらの 2D 輪郭コマンドで、面取りの設定をしていきたいと思います。私が設定しておきましたアリミゾミルをですね、こんな感じでですね、実際の寸法に近いように設定しております。こちらの工具を使用しております。はい、では設定していきたいと思います。加工したい輪郭を設定しますと、加工したい輪郭をこちら設定しております。向き、内側なのか外側なのか、もちろんね穴なんで内側を回るという風に設定しておきます。ボトム高さは選択された輪郭 0mm とさせていただいておりますが、ここら辺は適宜設定していただきたいなと思います。ポイントになりますのがこの仕上げ代になります。軸方向の仕上げ代 -0.25、 こちらはですね、加工するときに工具が、ワークの一番下ギリギリだと面取りがうまく入らないということで、少し突き出しておく必要があるということで、軸方向の仕上げ代 0.25 を突き出しております。
軸方向の仕上げしろマイナス 0.25、径方向の仕上げしろマイナス 0.25 とした場合に、ここが選んだ輪郭に対してツールがちょうど当たらない、当たるゼロカット付近となるわけなんですが、ちょっとシミュレーションを見ていきたいと思います。選択している輪郭はこのね、線の部分、内側の線の部分なんで、このシミュレーションはもうタップ加工で 8π の穴が開いてしまっているので、下穴ではないんですが、ちょっとシミュレーションをまず見ていきたいなと思います。はい。工具が降りてきます。はい、ちょっと止めました。ご覧のように工具が 0.25 突き出された状態で、こちらの輪郭、ゼロカットしている状態となっております。45度なんで当然そうなるであろうという話なんですが、じゃあここから C 面を取るのであれば、さらに追加で径方向の仕上げしろをマイナス方向に追加していくということになります。0.5 の面取りを取りたいのであれば、これにプラスしてマイナス 0.75 の仕上げしろ、0.8 の取りしろを取りたいのであれば 0.25 にプラスして 1.05 のマイナス仕上げしろを設定します。シミュレーションを見てみましょう。工具が入ってきました。なんか当たってるやん、ここはなんか当たってるやんっていうところありますが、ちょっと今は気にせず見ていただきたいんですが、0.25 刃先が突き出した状態で、ご覧のようにですね、さっきゼロカットだった、さっきね、この輪郭に対してゼロカットだったんですが、この線に対してゼロカットだったんですが、食い込んで面取りができているという状態なんですが、アプローチでぶつかっとるぞおいっていうところが今ね、視認できたと思います。ここら辺の設定をね、今やりたいと思います。まずですね、ここリンクのところにアプローチ設定がありますので、この侵入内角度、これを180度にしましょう。180度にすると、ご覧の通りですね、こんな感じの、アプローチパスになります。さっきね、ここら辺からひょいっと入ってましたよね。これが円のこの中心軸というかのところに置けるので、180度にしておくといいと思います。そしてですね、それでもここ工具アプローチする、これ工具の影なんですが、がっつり当たってますやんっていうところなんで、この赤い点を中心に持っていきたい。この侵入内半径を 0. 例えば6とかにすると、ちょっと近づいたよと。工具の影が穴の内側に入ってるんで、これだとギリぶつからないんじゃないかみたいな、これを極力中心に持ってくる雰囲気で 0.7 にしましたと。これでおおよそ中心かな。でも若干こっちが狭いかな、こっちが若干広いかな。 0.75 ぐらいにしとこうか。といった感じで、おおよそ中心にアプローチして、おおよそ中心でリトラクトしていくというような、パスが生まれました。シミュレーションを見ていきましょう。止まれ。中心にアプローチしていったので、どこにもねぶつかっていないというのがね分かると思います。裏側を見ていきたいと思います。うまいこと面取りして真ん中から出ていくと、真ん中から出ていくという設定ができました。そしてですね、ということはですけれども、穴数全部面取りするにはこの設定で輪郭を山ほど選んでいかなあかんのかっていうところがあると思うんですが、これほぼ自動でね、全体の選択をできるようになっております。それがですね、こちらの設定でやっております。ここでですね、これ私輪郭を全部ポチ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 選んでいないのに加えて、動画でありました通り1列逃がしていると。1列選択していない。自動で選択したにもかかわらず、都合の悪いところを選択しないという方法があるんですが、ちょっと動画が長くなってしまいますので、こちらはですね、サブチャンネルの方で解説動画上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。基本的な設定はですね、先ほどの 2D 輪郭を用いて、マイナスの仕上げ白を入れて、切り込んでいき、そして当たらないようにアプローチを微調整するという風な方法になっております。これでですね、Fusion 360で裏面取りのパスが出せるという風になっております。詳細はですね、サブチャンネルの方で上げたいと思います。というわけでね、次の裏面取りのテーマなんですが、パイプに例えば横穴を開けたりとかした時に、結構立体的な穴が開くわけじゃないですか、単面が。
なんて言ったらいいんだ立体的なねこう単面ができるんですが、バリが出るとそのバリどうやって取んねんみたいなねをやっていきたいんですが、実際にパイプでやってもいいんですが、パイプでやると中が見えないということで、こちらのねブロックからパイプ形状を削り出して中を見ながら、そのバリ取りをねやっていきたいと思います。というわけでね加工していきたいと思います。波長 32mm あって板厚 30mm をそのままね一発加工していきたいなと思います。径方向で 0.4mm、 軸方向で 30mm の板を加工している状態ですね。非常に軽快な音、そして 8mm というねこの細長い感じからは想像しづらいですが、非常に能率的なね加工をねやっておると。こんな感じでね加工ができております。はい、こちらニック付きの VML、はい、ここにね分かりにくいですが、ニックがついております。こういうところにニックがねついております。30mm のね波長を使ってこう負荷制御とかトロコイド加工した時に出てくるキリコってふっかふかになるじゃないですか。そういうのがない。ご覧いただいた通りですね、こんな感じで非常に細かいキリコになると、キリコのね管理がね非常にしやすいですね。はい、というわけでサンプル加工用のワークを準備いたしました。はい、ご覧のようにですね穴が開いております。大きなパイプの内径に対して中心に穴を開けたもの、中心より若干ね、穴位置を寄せたバージョンになっております。この裏側のバリ取りを今から行っていきたいと思います。はい、ではね加工していきたいと思います。通れたかな。おお、いいわ、虹張り全然出てない。すごい、これはすごいぞ。虹張り全然出てないわ、素晴らしい。こちらバリ取りをする前の方、結構ねシャープエッジ、指をグッとやったら、間違いなく切れるぐらいシャープエッジのところなんですが、先ほど加工したのがこちら滑らか、虹張りとかも全く出ていない、どっち方向からも全く出ていないぐらい綺麗にできていると。送りが早かったのかちょっとねこういう感じにはなってる、このね仕上がり加減がなってるんで、ここら辺滑らかにしたいんであれば送りを落とした方がいいかなといった感じですかね。どちらがバリ取りをしてどちらがバリ取りをしていないか、お分かりになりますでしょうか。こちらがバリ取りをしていて、こちらがバリ取りをしておりません。はい、触ってみますと、はい、非常に滑らか。指をね切るようなことはないですね。ぐっと押さえても指は切れない。はい、こちら、当然何もしてないので非常にシャープエッジといった具合に非常に綺麗にできました。ちょっと大きめに取ってみてもいいかもしれないですけどね。
先ほどの動画で見ていただきましたパイプにさまざまな穴を開けたものの 3D データになっております。はい、ご覧の通り面取りしております。ここら辺の面取りはですね、Fusion 360の CAD の機能の中の一つであるこの面取り機能を使ってね、面取りしてください。はい。表面取りは別に構わないんですが、裏面取りの設定の方に少々ね、コツがございまして、ちょっと見ていきたいんですが、面取りが45度設定になっていないというところでちょっと見ていきたいんですが、こちら両方の面取り 0.1 と 0.2 というふうに分けております。というのもですね、ロリポップツールシャンクが当たらないように面取りを少し内側に向けておく必要があると。はい、これがきつすぎると、仮に例えばこっちにきついとですね、ここら辺に、ロリポップツールの型を当てるとここにシャンクが当たってしまうということで、ここは控えめに、例えば今回 0.1 横方向 0.1 としたら縦方向 0.2 というふうにしてですね、面取りが内側に向くように設定しておく必要があると。ここら辺でね、ロリポップツールのシャンクに当てないための心遣いをしておくという感じになっておりますね。ここから CAM の設定になります。はい、製造のタブに移動いたします。もうね、設定はある程度しているんですが、フローを使用します。ではですね、表面取りの方のフローをご覧のようなね、ロリポップツールを使用して出すと。これはね、出るんですよね。出る。はい。切削ピッチ回数3回にしておりますが、別に1回でもいいです。はい。1回にしておきましょうか。仕上げしろはちなみにマイナス数値も入りますので、鳥が甘いなと思ったら、マイナス数値を入れて食い込ませていくっていうことも可能なんで、そういった方向でね、微調整していただいてもいいんじゃないのかなと思いますが、とりあえず今回はなしで、もうすでに形状を選んでおります。ここをね、加工したいところを選ぶ。そして、方向。これ加工パスの方向なんで、ここをクリックして、面に沿うような方向にセッティングすると。そして OK を押すと、はい、ご覧のように動画で出たようなね、パスが、生成されます。はい。表面取りは、普通にフローを使ったというだけなんで、何のことはないと。はい。では、裏面取りやっていきたいと思います。裏面取りは、先ほど作成いたしましたサーフェイスを選択して、同じように方向を設定しておく必要があります。はい。方向を設定しておく必要があります。そして、切削ピッチ回数1回。わかりやすいように1回にしておきます。そして、OK を押す。すると、ご覧のように、裏面取りのパスが出ますと。ちょっとシミュレーションを見てみますけれども、入ってきまして、裏側の加工を行いまして、はい、ご覧のように加工を行っております。はい、こんな風にですね、裏張りを取っているんですが、シャンクは当たっていない状態っていうのが確認できるかと思います。はい。これが Fusion 360でロリポップツールを使った裏張り取りになります。はい。実はですね、表張り取り、表面取りと変わらずですね、ただフローを使うだけで、ロリポップツールを設定するだけで裏張り取りができるという機能でございました。フローってなんやねん。はい、この 3D コマンドの中の一番下にあるこれですね、フローを使うだけです。これ数ヶ月前私が試した時はですね、全くもってパスが出なかったんですよ。アンダーカット部の、もちろん表は大丈夫だったんですが、この裏側のアンダーカット部のパスは出なかったんですが、急に気づいた時には出るようになっていたということで、今回紹介させていただきました。はい、こんな感じでできました。はい、内側もしっかりバリ取りしてあります。ちょっと詳しく見ていきたいと思います。SAS304のパイプの表裏面取りをやってみましたということで、こんな感じです。はい、表面取りはご覧のように取れていますと。裏面取りがね、パイプなんで見えないっちゃ見えないんですが、なんとか見えるところでいくと、はい、見えるでしょうか。こんな感じで取れております。はい、こんな感じでなんとか見えるでしょうか。取れております。触ってみますとですね、ここ
バリは感じません。裏側の方はバリは感じずですね、こんな感じで触っても全然大丈夫という感じですね。はい、非常にいい感じです。若干場所によって乖離がある。ここはちょっと乖離がある。ここはないですけどね、ここはない。だからここはキャムの方の設定次第でちょっとここにバリありますね。こっちにはないけどこことここにある。ここはキャムの設定のね連動を上げていくことでなんとかなると思います。はい、そんな感じでございました。はい、というわけでですね、実際に SAS のパイプでもバリ取り可能でしたということで、どうでしょうか。フュージョン360のフローめちゃくちゃ便利になっていると。実はですね、私フローを使ってこの検証は何ヶ月か前にやってみたところ、裏側のパスは出なかったんですよ。出なかったんですが、いつの間にか出るようになってたということで、今回動画を作らさせていただきました。そしてフュージョン360のキャム非常に便利でしたし、OSG のねハイプロ系の裏面取りも非常に便利でしたということで、もしよかったら、皆さんもね検討してみてください。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。